はい、皆さんこんにちは、ゆかです。あれこれラジオ第11回始まりました。あれこれラジオは日本語を勉強している方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。美味しいお茶を飲みながら、美味しいお菓子を食べながら、リラックスした雰囲気で話をします。Spotify や Apple Podcast などの他に YouTube でもこの音声を聞くことができます。YouTube の方には日本語の字幕と外国語の翻訳がつきます。文字を見ながら音声を聞きたいという方はぜひ YouTube から聞いてみてください。それでは早速始めましょう。まずはいつも通り今日のお茶とお菓子を紹介します。最初に今日のお茶ですが、こちらの台湾のリーシャンのお茶です。ウーロン茶ですね。これはお土産でいただいたものです。そのお茶を飲んでいます。とっても華やかな香りがする美味しいお茶です。ちなみに今使っているこの茶器ですが、こちらは、大学時代の友人がプレゼントしてくれたものです。そしてこちらは、私が中国に住んでいた時にこういった茶器を作る有名な場所があって、そこへ旅行に行った時に購入しました。デザインはちょっと金継ぎ風になっていますが、もちろん金継ぎではありません。もし本当にこんなに割れてしまったらちょっと茶器としてはもう使うことができないと思います。これはただのデザインです。ちょっと面白いなと思って購入しました。はい、そしてこのコップはこれは私の実家からもらってきたものです。表面に模様が彫ってあってとても綺麗で、ちょっと夏らしい爽やかな雰囲気のコップです。それにお茶を入れて飲んでいます。そして今日のお菓子は、先日福井県へ行った時に購入した越前甘エビ唐揚げせんべいです。福井県というのは北陸にある一つの県です。日本海に面していて、実は面積が結構広いんですね。なので、山のエリアと海のエリア、それぞれ雰囲気が全く異なります。この唐揚げせんべいは海のエリアで購入しました。辺りの海鮮は本当に美味しいので、海鮮が好きな方はぜひ北陸へ行ってみてください。この唐揚げせんべいは甘エビをそのまま揚げたものです。こういったね、甘エビというとお寿司のネタとかで皆さんご存知かもしれませんね。本当にそのまま揚げた形で、塩が振ってあります。はい、実はさっきね、私もいくつか食べたんですけど、本当に美味しいです。優しい味です。塩味もかなり薄くて、エビの味が強く感じられる商品です。塩気がもうちょっと欲しい方は自分でちょっとパラパラっと塩をかけてもいいかもしれません。本当にね、こういうお茶と合うお菓子です。はい、それでは今日の話を始めましょう。今日のテーマは日本の祭りです。皆さんは日本の祭りを見たことがありますか？あるいは日本の祭りに参加したことがありますか？日本は全国各地で1年の中で何度も祭りが行われます。その祭りの目的や由来も様々です。規模が大きい祭りもあれば小さい祭りもあります。そして一般のお客さんが見ることができる祭りもあれば、地元の人だけで行われる祭りもあります。本当に様々な祭りが全国各地で行われます。日本で特に祭りが多い時期というと、やはり5月から8月にかけてだと思います。例えば私の地元の地方ではだんじり祭りというのがあります。あまり真夏の暑い時期には行われないという印象です。一方で、7月8月の非常に暑い時期に全国各地でよく見られる祭りは
花火大会、そして盆踊りです。花火大会は皆さん多分アニメとか映画なんかで見たことがあるんじゃないかなと思います。海、川、湖などの近くで花火を打ち上げて、みんなでそれを見て楽しむという祭りです。同時に屋台などがあって、そこで食べ物や飲み物を買って花火を見るということもできます。なので、夏祭りと花火大会が一緒になっていることが結構多いと思います。それから盆踊りというのは、これは7月または8月に行われる祭りです。盆というのは自分たちの先祖が帰ってくる時期です。それを盆と言います。その時期に行われる祭りが盆踊りです。神社や寺などで行われることが多いですが、最近では町の広場とか駅前とかで行われることもあります。太鼓や笛などの音楽に合わせて、みんながぐるぐると回りながら踊ります。それを盆踊りと言います。盆踊りの日には浴衣という伝統的な服を着た人々がたくさんいます。この祭りは特に参加するための条件などはないので、もし踊るのが好きな方いれば、ぜひ町の盆踊りに参加してみてください。自由に参加して自由にそこから出ることができます。夏の夜にみんなでぐるぐると回りながら踊って、そしてかき氷とかたこ焼きとか、そういう祭りの食べ物を楽しんでという、とても夏らしい、日本らしい雰囲気があるお祭りです。もちろん5月から8月、この夏の時期以外にもいろいろな祭りが行われます。春、秋、冬、この時期にもそれぞれ祭りがあります。春とかだと桜祭りという名前で祭りが行われることもよくあって、桜を見に日本へ来た方はもしかしたらそういったお祭りを見たことがあるかもしれません。それぞれの土地にそれぞれの特色あるお祭りがあります。なので、日本の祭りを全部制覇しようというのは、もしかしたら一生かけても難しいかもしれません。本当にたくさんの祭りがあります。で、事前に皆さんに好きな祭りはありますかというふうに質問をしました。で、2名の方が答えてくださったので、ちょっとそのコメントを紹介しようと思います。お一人は札幌のよさこい祭りが好きだと回答してくれました。よさこい祭りというのは日本の祭りの中でも特に規模が大きくて、国内外から参加者が集まる有名なお祭りです。実はよさこい祭りというのは北海道だけではなくて高知県にもあります。高知のよさこい祭りと北海道のよさこい祭り、この2つがとても有名なよさこい祭りなんですが、特に北海道で行われるよさこい祭りの場合は、そこで使われる曲に特色があります。北海道の伝統的な歌、ソーラン節を使います。ソーラン節というのは北海道の民謡の一つです。北海道の漁師がニシンという魚を取る時に歌いながらその仕事をしました。その歌がいつしか民謡として広く知られるようになりました。よさこい祭りというのは簡単に言うとみんなで踊る祭りです。その踊り方というのはそんなに厳しいルールはありません。このホームページによると基本のルールは2つ。手に鳴子を持って踊ること。そして曲にソーラン節のフレーズを入れること。それ以外はチームの自由ということです。鳴子というのは木製の手で持って音が鳴るものです。カスタネットのようなイメージですね。木と木2枚の木が触れ合った時に音が鳴ります。それを鳴子と言います。もともとは田畑に吊るして鳥などを追い払うために使われた道具だそうです。それを現在では踊りの道具として使います。それを手に持つことというのが一つの条件。
そしてもう一つの条件はソーラン節のフレーズを入れること。でも誰でも参加できるわけではなくて、それぞれチームがあって、みんなは1年間練習をして準備をします。チームとして出場します。そしてその会場でみんなに自分たちのチームの踊りを披露します。そのような祭りです。で、北海道のよさこいソーラン祭りというのは本当に規模が大きくて、日本国内だけでなく海外からも参加するチームがあります。このホームページを見ると、現在では270チーム、2万7,000人の参加者と約200万人の観客が集う祭りと書いてあります。非常に規模が大きいことがよくわかると思います。もしね、興味がある方はぜひインターネットなんかで探してみてください。みんなのね、すごくかっこいいダンスが見られます。はい、ありがとうございます。それからもう一人コメントをくださった方は、金丸祭りとコメントをくださいました。この金丸祭りというのは神奈川県川崎市の金山神社の例祭だそうです。この祭りね、実は私はその現場で見たことがないのですが、神社の例祭ということなので1年に1回行われます。日本の神社では一般的に例祭または例大祭と呼ばれる祭りがあります。これはその神社にとって最も重要な祭りで、一般的には1年に1回行われます。この神奈川県の金丸祭りの起源についてインターネットで見たところ、江戸時代の地べた祭りというものが起源だそうです。ただ第二次世界大戦で、その神社が焼けてしまったり資料がなくなったりとかして一時は忘れ去られていたんですが、1977年から金丸祭りとしてまたその祭りが復活し、そして現代風にちょっとアレンジをされて今に至るということです。ちなみにこの金丸祭りは奇祭としても知られているそうです。奇祭というのは奇妙の奇に祭りと書いて奇祭です。なので、それを見た時に人々があっと驚くような、ちょっと意外だと思ったり見たことがないと感じたりするような、そういった祭りです。それを奇祭と言います。ちなみに日本の三大奇祭と呼ばれるものがあります。皆さんご存知ですか？日本の三大奇祭、一つは生ハゲ瀬戸祭りです。これは秋田県の祭りです。秋田県というのは日本の東北地方にあります。毎年2月に行われます。これは冬の祭りです。生ハゲというのは秋田県の男鹿地方に伝わる山の神様の使いです。でもその見た目はとても恐ろしいものです。まるで鬼のような姿をしています。そしてその体もとても大きいです。なので小さい子供が生ハゲを見たら一般的にはみんな泣いてしまいます。怖くて泣いちゃいます。そのようなね、ちょっとたけだけしい山の神の使いの生ハゲが主役の祭りです。この祭りの時には生ハゲたちが街を練り歩いて、そして人々の家を訪ねたりします。なかなかこの生ハゲのような見た目の神の使いというのは日本では珍しいので、その見た目もとても特別だし、そしてそれが街を練り歩いて小さい子供が泣き叫んでという、その様子もちょっと奇妙といえば奇妙、興味深いといえば興味深いというね、そういった祭りです。これも非常に伝統のある長く続いてきた祭りです。これが、日本三大奇祭の一つです。それからもう一つ、二つ目ですね。三大奇祭の二つ目は御柱祭りです。これは長野県の祭りです。長野県というのは東京から比較的近い場所にあります。日本の地図でいうとだいたい真ん中より少し北あたりにあります。海がない
山に囲まれた県です。それが長野県です。そこで行われる御柱祭りというのも、これもまた有名な記載の一つです。この祭りは実は毎年行われるものではありません。7年に1回だけ行われます。この祭りは諏訪大社という神社のところにある柱を取り替えるための祭りです。この柱は毎年は取り替えなくて、7年に1回取り替えます。で、その柱となる木を山から取ってきて、その長い柱として使うその木を町まで運んでくる、その道中がもう祭りになっています。柱として切り出されるその木は樹齢が150年から200年、長さは約9メートル、直径1メートル、重さ 7.5 トン。この柱を山から切り出して、そして坂を下り、川を越え、里山まで運んで、そして最後は神社に建てます。その道中も非常に賑やかなもので、このホームページによると1本の柱につき1000人から3000人の人が引きます。人の手でね、本当に運んでいきます。で、その運ぶ道中にもみんなで掛け声をかけたりとか、飾りをしたりとかして、非常に華やかで賑やかな雰囲気です。この祭りの次回の開催時期は2028年です。なので3年後ですね。3年後、もし興味がある方はぜひ見てみてください。この祭りの見どころとしてよくテレビで紹介されるのは、坂を下る場面と川を越える場面です。坂を下るとき、その柱の上に人々が乗って、そのままその坂を下っていきます。ただ非常に勢いがついて本当に危ないですね。その危険な様子もまた、スリリングで、見ている人たちも興奮するという、そういった見どころがあります。また川を越える時も非常に難しいですね。人がこう木を支えながら川を越えていきます。川もそんなに穏やかな川ではないので、そこも危険が伴います。そういった運んでいく道中の様子がよく紹介されています。長野県の御柱祭りです。これも日本の三大奇祭の一つです。そして三大奇祭の3つ目、これは皆さん今からでもチケットを予約すれば見に行ける祭りです。吉田の火祭りです。これは山梨県の祭りで、毎年8月に行われます。具体的な日程は8月26日と27日です。山梨県の富士吉田市で行われます。この祭りは2つの神社の例大祭として行われています。一つが北口本宮富士浅間神社です。ちょっと名前が長いですが、北口本宮富士浅間神社、そしてもう一つが諏訪神社。この2つの神社の例大祭として1年に1回行われます。昼間は2基の神輿が街を練り歩きます。みんなで掛け声をかけながら、氏子たちが街を練り歩いておみこしを運んでいきます。そして夕暮れ時にその2基の神輿をお旅所というところに、置きます。そこがその神輿の最後の到着地点です。そしてその後が見どころで、高さ3メートルにもなる大きな松明に火をつけます。その松明はなんと100本以上あるそうです。100本以上の高さ3メートルの松明に火をつけて街を照らします。約2キロの距離にわたって100本以上の松明によってその道が照らされます。本当に幻想的な雰囲気です。松明を使う祭りというのは他の地域でももちろんあります。ただここまでたくさんの巨大な松明を使う祭りというのは多分他にはないんじゃないかなと思います。高さ3メートルの100本以上の松明ですからね。2キロ以上それを立てていくという、そういった祭りです。
はい、これが、三大奇祭の一つです。吉田の火祭り、山梨県のお祭りです。このように日本には珍しい祭りとか毎年行われる祭り、そしてみんなが参加できる祭りなどいろいろなタイプの祭りがあります。この動画が公開される頃にはちょうど七夕の時期なので、七夕祭りも日本全国で行われます。それから7月の中旬以降になると花火大会もたくさん行われます。本当に日本の夏の風物詩ですよね。皆さんも次に日本へ来るとき、ぜひその自分が訪れる地方の祭りを見てみてください。その土地それぞれの特色とか伝統とかを感じることができると思います。はい、それでは本日のあれこれラジオはここで終わります。また次の回でお会いしましょう。バイバイ。